皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。固定化酵素反応において酵素の固定化に最も利用されてきたのは多構成単体の最高表面です。そこでこれから続く一連の動画では最高内固定化酵素反応に対する数式モデリングについてお話しします。単体の形状には平板状、円筒状、球状の3種類を考えます。今回は単体形状を平板とし、微分方程式モデルの設定法について説明します。酵素が平板状の多構成単体内に均一に固定化されている粒子を考えます。理論的にはこの単体は無限に広い表面を持つと仮定します。しかし実際にはこのような平板はなく、現実的な場では有限の大きさの平板が対象となります。よって理論的に可能な解析の結果に基づき、現実的な場の特徴を考察することになります。このような固定化酵素粒子を基質が均一に溶解した水溶液内に投入し、液をある程度攪拌しながら酵素反応を行います。この時、単体近傍には液の混合がない強膜が生じます。液本体中の基質は、まず強膜内を拡散し、単体表面に到達した後、さらに単体最高内を拡散します。そして最高内に固定化された酵素と遭遇したとき、酵素の触媒作用によりミカエリス面点機構に従って生成物へ変換されます。反応を開始した直後は単体内部には基質が存在しません。時間の経過とともに基質は単体内へ侵入し、酵素の作用を受けて、やがて基質濃度分布が形成されます。開始直後に基質濃度分布は迅速に変化しますが、時間の経過とともにシステムは定常状態に達するため変化しなくなり、水色の線で示すような一定の形状をとるようになります。厚さ方向の平板の中心に原点を置き、そこから横方向、すなわち単体表面へ向かって X 座標を、また縦方向に基質濃度の大きさを表す S 座標を取ります。そして単体内の x イコール x の位置に厚さ Δx の有限小の区間を設けます。この区間では基質の流入と流出、反応による消失があります。そこで定常状態において単位表面積、すなわち 1×1 の面積を通過する基質流速と体積、すなわち Δx×1×1 の体積内での基質消失に対して物質収支を取り、一式を得ます。このような式が与えられたとき、各項の単位は同じであるかをチェックし、式の設定が正しいかどうかを判断する癖を身につけてください。この場合、各項は例えばモルパー S のような同じ単位を持ちます。一式を次のように変形します。そして
デルタ x を無限に小さくします。微分の定義により2式は3式となります。ここでピックの拡散則、すなわち4式を3式へ適用します。ここで DE は分子拡散係数 D ではなく、基質が単体内の迷路のような細胞内を拡散するときの拡散係数であり、有効拡散係数と言います。通常 DE は D よりも小さな値を取ります。DE は基質濃度に影響を受けるとき、X の関数になるので、3式は5式で与えられます。しかし、以下では DE は基質濃度に依存せず一定であるとして簡略化します。また、前述の過程により速度式にミカエリスメンテン式を使用します。これらにより5式は6式となります。本式は平板状単体の細胞内に固定化された酵素の反応に対する微分方程式です。6式は2回の微分方程式なので、厳密解を得るには2個の条件が必要です。その一つは、単体中心 x イコール0において基質濃度勾配が0であるという7式の条件です。もう一つは、単体の表面、すなわち x イコール r における8式の条件です。この条件は少し複雑です。右辺は液本体と単体表面における基質の濃度差に基づき、液本体中の基質が単体表面まで胸膜内を拡散するときの速度を表します。左辺は単体表面に到達した基質が単体表面での濃度勾配を推進力として単体内へ侵入する速度を表します。システムは定常状態にあるので、両者は等しく8式となります。8式は胸膜が存在するときの条件です。液の混合が十分に行われ、胸膜がなくなると液本体と単体表面での基質濃度は等しくなります。この時、8式は9式のように簡単になります。7式と8式または9式を境界条件と言います。また、8式をロビンの条件、9式をディリクレの条件と言います。以上、導いた式を再び列挙します。本システムの微分方程式の回数は2なので、前日のように特殊解を得るには2個の条件が必要です。これらは境界において与えられるため、本微分方程式系は二点境界値問題と呼ばれています。数式モデルを構築したら、次は計算を行い、その結果に基づき反応系の特徴を明らかにする必要があります。そこで本反応系の境界値問題を解く方法について簡単に述べることにします。本微分方程式には
酵素反応が1時と0時に対しては解石灰が得られます。この解の導出は後の動画で行います。ミカエリスメンテン式に対しては解石灰を得ることができません。よって解は数値計算により求めなければなりません。二点境界値問題の数値計算には高度な計算技術が必要です。1980年代までは数値計算を大型計算機により行っていましたので、この微分方程式を正確に解く計算は結構厳しい作業でした。しかし現在は数値計算にパソコンを利用でき、またこれに伴って有用な計算法が開発されています。例えば私どもが開発した方法によれば、倍精度計算において丸目誤差程度、すなわち15ないし16桁の超高精度で数値解を得ることができます。この方法についても後の動画で説明します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。